それでは続きをやっていきましょう。前回は荒くな6スパイダーいっぱいの軍勢をゾンビ軍団で殲滅したところまでやったな。あと見えている軍勢はこいつらだけ。質も明らかに低下しておりますね。まあうちらよりバラエティ豊かで強そうやけどな。それはそう。じゃなくて、バラエティあればいいものでもないので我々の方が最強です。そっか。せっかくなのでヒーローの地匠を狙ってみますか。残念、失敗。マジか。59ターン目エンド。選手同盟の打診。お前、この状況で調子に乗りすぎな。グリムゴール相手終わったらゴールドトゥース滅ぼしてもいいかもですね。一番美味しそうな勢力やからな。何より倒しやすさが段違い。ここはさすがに来ますよね。ここはしゃあないな。触れてやる。60ターン目開始。敵の軍勢やヒーローに死傷や吸収を試みるも成功率が低すぎてそもそもできない模様。35レベルとか34レベルとかやばすぎない？敵のエリート部隊なんでしょうね。わざわざこんなところまでご苦労様なことです。わざわざこんな化け物連れてこなくてもええのに。グリムゴール戦線は一軍で東ポエの岩の拠点を奪取させに向かわせ、残りはグリムゴールの本拠点があるであろう山の方に向かわせます。これはさっきいた軍っぽいな。2軍勢おりますが大した敵ではないですね。こちらも我々の2軍勢でお相手しましょう。ドルガン戦線もエリート部隊相手なのでこちらも全力で迎撃しましょう。軍を移動させて60ターン目エンド。ビクタス氏族が交易の打診。お前、あれだけ拠点奪われたのに交易してくれるんか。昔のことは忘れて仲良くしようぜってことなんでしょうね。本音はまた別にありそうですが。黄金魔術師協会も動いてるみたいやな。まあ、それが何かは知らんけどな。さらに、吐きだめの町も襲撃。ああ、吐きだめの町が。まあそこまで思い出ないけどな。まあ吐きだめですからね。ここは我々の軍が集中している場所。一気に攻めて数で圧倒しましょう。61ターン目開始。グリムゴール軍が近くにいるので待ち伏せ状態にして待ち伏せ線を狙いますか。95% ならほぼほぼ成功するやろ。遠吠えの岩襲撃。僅差での勝利みたいですね。それなら自動戦闘で。敗北しなければすぐに自動戦闘を狙っていくスタイル。それでは3軍勢でドルガンを攻めていきましょうか。僅差での敗北なら勝てるな。今までも僅差での敗北でも勝利を勝ち取ってきましたからね。ちなみにドルガンは DLC で追加された比較的新しい勢力らしくて、ユニットも新しく追加されたやつが多いから気をつけてくださいね。どうやって気をつければええん？まあいつも通りにしろってことですね。了解やで。それでは開始していきましょう。まずはドルガンという勢力ですが、いろいろ調べてみたのですが、どうやらドルガンはクルガン人と呼ばれる北方の勇猛な騎馬民族の一派であり、過去には一部の集団が南下して帰化するなど共存の道を選んだ例もありましたが、基本的には略奪を繰り返す混沌の勢力だったようですね。そして不審のセールという強力な術者が台頭して以降、その狡猾な知略と暗黒心の加護によって部族がまとめ上げられ、キャセイにとって最大の脅威となる敵対国家へと変貌を遂げた経緯があるみたいです。だから西部シューロと戦争していたわけか。そしてドルガンのレジェンダリーロード不審のセールですが、彼は北の騎馬民族クルガン人の中でも最大級のドルガン部族を率いるすごく狡猾な魔術師。過去には自分の主君を裏切ってその魂を暗黒神に生贄として捧げることで強大な力を手に入れたっていうなかなか見えぐい経歴の持ち主みたいだね。しかも特定の神様に忠誠を誓うのを嫌がって自身全てから美味しいところだけ持っていこうとするかなりの野心家みたいだよ。つまりベラコールみたいなもんか。ベラコールは詩人を怒らせて呪われちゃったし、アーケオンは逆に詩人から認められてリーダーになったけど、セールは神様たちからは信頼はされてないけど利用価値があるから力を貸してもらえてるっていうすごく危ういバランスで生きてる詐欺師みたいな立ち位置っぽい。最終的に4神誇らせそう。戦闘面の性能としては魔術師にもかかわらずマンモスに乗っているため対歩兵性能が高く、呪文も使えるため隙がなく、再生持ちのため並大抵の歩兵ではダメージすら与えられずに敗走ですね。それって大丈夫？全然大丈夫ではないですね。一応我々は3軍制で来ておりますが負ける可能性も十分あります。マジで。もちろんセールもやばいのですが他のユニットもなかなかに強力。まずは敵ヒーローであるベオルグ・ベアストラック。
近接特化のレジェンダリーヒーローで高い物理耐性と再生能力によってなかなか死にません。しかも、ベア系のユニットを強化するバフみたいなものもあるらしく、我々のユニットでは決定打を与えられないです。つまり、勝てるとすれば、こいつらを敗走に追い込むしかないってことでしょうか。そんなことできるかな。フェミール・ノーブルも優秀な近接型ヒーローであり突破するのはかなり困難です。こいつは再生持ってないので、うまくモーティスエンジン使えれば倒せるかもですが、果たしてモーティスエンジンが持つかどうか。さらに彼らにはキリ系のスキルで投射攻撃のダメージを軽減することが可能なので、ある程度投射攻撃にも強いです。まあ、こちらには投射攻撃できるやつおらんけどな。また新ユニットであるマローダーペアマン。基本的にはマローダーバーサーカーみたいな中堅ユニットではありますが、ベオルグベアストラックで強化されたベアマンはチャンピオン並みの性能になるため危険です。強化されるのか、怖い。我々のゾンビみたいなもんですね。うちらのゾンビよりかは強化されるわけじゃないよな。まあゾンビはもともとが弱いので、まずは背後から出てきた我々の援軍と戦闘を開始しましたね。ほぼほぼゾンビで構成されているので時間稼ぎくらいしかできなさそうですが、さっきから暴れているジャイアントみたいなのはカーツドエティ。ジャイアントみたいな性能ですが HP50% 以上で突撃性能が強化され白兵戦攻撃が低下しなくなる効果。HP50% 以下でプラス 0.1% の再生と火力アップと白兵戦防御の低下が発動するジャイアントより強いジャイアントみたいなやつです。つまりジャイアントってことや。こいつもでかいので投射攻撃が弱点ですよ。だからうちらにはいないっちゅうねん。セール相手にカルバート兵が頑張ってはいますが、ヤケージにミスですね。再生が厄介すぎる。マローダースピアマンとかジャコもいるにはいますけどね。他が強すぎて。なんか投射騎兵もおるから撃たれ放題。あとは普通の騎兵もいますね。クルガンホースマン。幼少期から馬上生活をして略奪を繰り返してきた騎兵みたいですね。つまりプロ中のプロやん。ゲーム内性能としては防御方面が弱いものの攻撃がより上がった騎兵みたいな感じっぽいです。騎兵って大体そんな感じよな。まあその通りではありますが。我々のロードが死にましたね。うわぁ、ネクロマンサーが。さすが近接特化ヒーロー、ネクロマンサーがゴリゴリ削られてましたね。さっさと逃げるべきだったが、速度的に無理そうでしたけどね。モーティスエンジンもボコボコにされてるんやけど、ヒーローとか巨獣に捕まったら終わりですね。諦めてください。せっかく最近宿ったばっかりなのに。一応避難はさせておくけどな。こいつ失ったらマジでダメージソースがクリプトホラーしかなくなりますからね。どこ行ってもヤバいやつしかおらへん。ついに自壊しちゃいましたね。うちのモーティスエンジンが。1軍はもうダメみたいですね。2軍目と3軍目にかける。1軍目がほぼほぼ消滅したことにより、3軍目の軍勢も続々と戦場に出てきましたね。ゾンビがほぼほぼ死にかけやけどな。さすがにあれでは足止めにもならないかも。よかったですね。もう1部隊のモーティスエンジンも到着しましたよ。あれに突っ込ませたら壊される未来しか見えへん。まあ数秒で消滅するでしょうね。なんかあの化け物見てたらノルスカアイストロールが可愛く見えるな。ノルスカアイストロールは凍傷とかで速度を下げて追撃などもできるトロールなのですが、トロールなので士気が低いのがデメリットですね。セールはもう再生で全開してるやん。HP も14000くらいありますので削るのもかなり大変。巨人どもも全然減ってない。まあ相手がゾンビですからね。アイストロールはなんとか追い返すことに成功したっぽいですね。そろそろこの戦場をどうするかの判断をしないとですね。つまり、このまま戦って全滅するか、重要ユニットを逃がして他ユニットを全滅させるか、この2択ですね。で、結局、ほぼほぼ全滅フラグしかないやん。まあ、この状態で勝てるような策は私にはないです。お姉ちゃんはあるのかな？ないけど。それなら決定ですね。ロードやヒーロー。モーティスエンジンは逃がす用意をしておいてください。あとできればクリプトホラーも逃がしておきたいですね。ゾンビは脱出する時間を稼いでもらいます。
こいつも見たことないユニット。こいつはドレッドマウですね。こいつの特徴は何と言っても速度がゼロ。つまり移動ができません。じゃあどうやって攻撃するねん。アビリティによって地中を移動できます。地中に移動している間はなんと無敵。あと地上に出てくるときに範囲攻撃を行い大ダメージも与えられるらしいです。つまり相手にするときは小鳥を攻撃している間に同社ユニットで攻撃するのが言い訳か。まあそんな感じですね。うちらには同社ユニットおらんけどな。同社ユニットめっちゃ欲しいですね。ほんまそれな。重要ユニットを端まで移動完了。もうゾンビもほぼおらへん。できるだけクリプトホラーも脱出させましょう。クリプトホラーもほぼほぼ死にかけ。これ以上は持たなそうなので脱出。ということで敵が損害大き勝利。クソが。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいで。